高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。孫に祖父母をじいじばあばと呼ばせる家庭が増えとる件っていうのを取り上げていきたいんやけど、ネット記事でじいじばあばに虫唾が走る祖父母をどう呼ぶか問題っていうタイトルの記事が上がっとって、祖父母をじいじばあばと呼ぶことが一般的になりつつあると。で、その背景には家族形態の変化やメディアの影響があるとされとるんやけど、この呼び方に賛否両論が存在しとるみたいなよな。で、普及の現状と否定的な意見、記事の中で紹介されとった声を紹介していくと、SNS なんかでは、じいじばあばっていう呼び方が不愉快やとか好きじゃないっていう否定的な意見が結構見られる。やけど、記事の中で紹介されとる埼玉県の74歳の女性は虫唾が走るぐらい嫌いと言い切っとんのよな。で、理由として、じじいばばあを可愛らしくアレンジしたような響きに不自然さや作為的なあざとさを感じると。祖父母と孫の間に適度な距離感がないべったりとした関係性を連想させる五感の嫌悪感を示す理由となってるみたいで、今まで一般的やったおじいちゃんおばあちゃんっていう呼び方に比べて、より親密で甘えた印象を与えるから、そこに抵抗を感じる人も一定数おると。逆に。で、そのじいじばあばの呼び方の起源と、普及していった経緯っていうのを見ていくと、比較的最近の現象ではあって、2009年に、16年前かに、国立国語研究所が行った調査やと、じいじばあばっていう呼び方をする家庭が4人に1人おるってなったんだよな。16年前の時点で。だからもう今ではもっとおると推測されるんやけど、この呼び方が始まった背景としては、2004年に NHK で放送されたドラマで、じいじ孫といた夏っていうタイトルのドラマがあって、このことから2004年時点でもうすでに一般的、一定の普及が見られとったと推測されたんだよな。で、なおかつこういうドラマの影響でじいじばあば呼びが広まったんじゃないかと。さらに、このじいじばあば呼びが広がっていったその背景としてまた挙げられるのが、家庭内の距離感や人間関係の変化を映し出しとると。で、核家族化が進んで、祖父母との同居が減る中で、より親密な関係性を築こうとする意識やったり、孫との関係性を重視する祖父母の気持ちがこの呼び方に現れとると考えられる。で、なおかつ、地域差もあるって言われとって、調査した機関によると、じいじばあばの使用率っていうのは、首都圏と東海地方で特に高くて、でその地域から遠ざかるほど、その呼び方をしとる人たちが減っていく傾向にあると。だから首都圏、東海地方を中心に普及していって、徐々に周辺地域へ広がっていったんじゃないかと推測されていると。いわゆる都会の方が、じいじばあばっていう呼び方をしとる人たちが多いと思われる。実際そんなイメージあるな。この記事に限らず、調べるとやっぱり都会の方が多いんじゃないかって言ってる SNS とかもそうだけど、言ってる人が多かったな。さっき紹介したのは2009年の調査やったんやけど、日経新聞の X のアカウントが2021年に同じような調査をしとって、皆さんの家族内では幼児以外もじいじばあばを使っていますかっていうアンケートで、使っているが 20.1% で、かつては使っていたが 7.1%。だから27% ぐらいの人が使ってるもしくは使っていたというとじいじばあばを。SNS やから日本全国の人対象にしとる調査で、3人に1人が使っとるってことやから、割と普及しとる方なんかなっていう。そうやな。今32歳の、俺ら世代からすると、当時子供の時に、俺は別にじいじばあばって呼んではなかったし。周りも呼んでなかったし。てか、じいじばあばっていう発想がなかったからな、そもそも。そうやな。その言葉自体知らんだよな。そう、そんなレベルやったからな。だから今になってこんな布教しとるとは最近知ったけど、個人的には違和感あるけどな。じいじばあばって。ちょっと視点を変えた調査で、祖父母に対してアンケートを取っとるメディアもあって、2020年の調査なんやけど、祖父母が孫たちにどう呼ばれていますかっていうアンケートやと、47.2% がじいじばあばって答えとんのよな。あ、そうなんや。対象が違うから何とも言えやんけど、祖父母目線からは、じいじばあばって呼ばれるのに抵抗はないんやな、じゃあ。むしろ呼ばれたい人、じいじばあばって呼ばれたい人が多い印象やな。好意的やんな。嫌やったらな、そこで訂正とか。子供にはせんか。でも自分の娘とかにはやんわり言うんじゃないかな。このじいじばあばっていう呼び方が、いわゆる父親母親のことをパパママって呼ぶことの延長にある言葉とも言われとって、パパママ呼びっていうのは俺らの時からもあったやんか。子供の時から。あった、全然。ただ、圧倒的に少なかったと記憶しとんのよな。周りの。人前ではそうやな。ただ、パパママ呼びっていうのも今は結構多いみたいで、株式会社リクーが運営している Z 世代に特化したクイックリサーチサービスサークルアップっ
っていうメディアが調査しとんだけど、Z 世代に対して。男子大学生に対して両親の呼び方は何ですかって聞いたアンケートで、パパママって呼ぶ人たちが 30% 以上おるんよな。3割以上おって。で、女子大学生に両親の呼び方を聞いたアンケートやと、パパママ呼びが55% ぐらいおるんよな。いや、そんなもんやと思うわ。マジで。これが子供の時とか、ましてや大学生の時なんてパパママ呼びしとるやつおらんかったよな、一人も。だから今やったらなおさらってことやんな。今、働いとる会社でもマダムがおんのやけど、子供にじいじばあばって呼ばせとるって言っとって、その一人だけじゃなくて何人もおったから、東京に住んどるっていうのもあるんやろうけど、割と普通のことなんかって思ったな。バーバってな、ババアって連想してしまうけどな。バーバパパみたいなさ、アニメバーバあるある。そのイメージしかないわ。逆にそういうじいじばあばっていうのが結構崩した言葉で愛称込めて呼ぶことでいじりやすいっていうか距離感が近まるっていうのは分からんでもないわ。ある程度子供からしたらな、雑にいじってもいい関係性みたいな。友達に近い関係性みたいな感じ。そう。俺は普通におじいちゃんおばあちゃんやったけど。他にも呼び方としてはおじいちゃんおばあちゃん、じいじばあば以外にもグランマとかグランパって呼ばせとる家庭もおるっぽくて。国際的やな。国際的やけどかぶれすぎじゃないかと思うけどな。確かに人前でさ、子供がおじいちゃんおばあちゃんのことグランマって呼んどったらビビるわ、引くわちょっと。ましてや知り合いの子供とかってどんな教育させとんって思うけど。子供の時に同級生でそのじいじとかばあば、小学校低学年ぐらいまでやったらいいけど、高学年になってきて同級生でじいじとかパパとかママとか呼んどる子がおったらちょっと恥ずかしいんちゃうかなと思うけどな。どっちかって言ったら恥ずかしい気持ちの方が強いわ。マザコン感が出るよな。もう今みんながさ言っとるからっていう、俺らの時やったらそんな言っとったら目立つけど、今ならみんなが言っとるから別にそこまで気にならんっていう感じなんじゃないの。どうなのな。社会に出たらそうもならんような気もするけどな。高校生ぐらいまでやったらな、コミュニティ狭いから堂々と言っとっても恥ずかしくないかもしれんけど、大人になるともっと上の世代とかと絡むようになって、特に男の子がさ、うちのママがみたいな話をしだしたらちょっとやべえやつなんかなと思う。いい年こいたな。大人が。でもそう思う一方、逆に親を大切にしとるなって思う人もおるかもしれんやん。そうやな。別に人が勝手に自分その人の親のことを何と呼ぼうかってのは関係ないんやけど、部外者は。ただ傍から見るとっていう話をすればちょっと大丈夫かって思う時ある。やろ。てか何歳まで行くんかっていう話もあるしな。で単純にさ、そんなんどうでもいいやろ気にすんなよっていう人もさ、じゃあ周りの会社とかにおる40とか50のおっさんがさ、ママとかパパとか言っとったら気持ち悪いやろ。それはそう。でもこれはっきりと男女差別ではなくて、普通に男が言っとったら気持ち悪い。男のマザコンって許されやん風潮あるよな。でも許され。女のマザコン、女のパザコンはさ、ある程度許されるっていうか仲いいんかなって微笑ましくさ映る印象あるけど、男の親にべったりみたいな社会的になんか許されやんっていうか純粋に気持ち悪がられるよな。女の人からしても嫌やろ。そんないい大人がな、ママとか呼んどったら。っていう発想からやっぱ呼び方って結構俺気使ったけどな、子供の頃。俺は父親とか母親とか他人行儀な呼び方しとったけど、親はパパとかママとかパパって言うんよね。特に父親が人前で自分の一人称、俺が小学校低学年中学年ぐらいの時まで人前で余裕で、それが嫌やったな今思うと。俺もパパって呼んどるって思われると思う。恥ずかしいからやめてほしいって。そう。確かに言っとったな。小学生の時とかやんな。子供はパパって呼んでないのにさ、自分のことパパって言うんや。そう。言わしたかったんちゃう本当。今思うと。そうやって呼んでほしかったんちゃう。でも昔俺母親にパパママ呼びについて確か聞いたことがあって、でその時に大人になった時っていうか成長した時に恥ずかしい思いをするやろうから、最初からお母さんお父さんっていう呼び方をさせるようにしたって言っとったのを覚えとんのよ。まっとうな教育やなそれは。今思うとそれには感謝してるけど、今パパとかママとか呼んでなくてよかったなと。さすがに大人になってある程度年取った時はもうさすがに呼んでないと思うけど、確かに子供の時はお母さんとかお父さんで呼んどったやろうけど、地域柄ある程度中学ぐらいになってくるともうおとんとかおかんって呼び出すよ。そうやな。その教育方針を見習うわけではないけど、キラキラネームとかと同じでさ、子供が成長した時に恥ずかしい思いをさせやんためにも、最初から一般的っていうと否定されるかもしれんけど、おじいちゃんとかおばあちゃんっていう無難な呼び方にしといた方がいいんじゃないかなとは思うけど、自分が孫ができたらそうさしたいなと思う。そもそもさ、じいじばあばって呼ばせるのに、おばあちゃんって呼ばれたくないっていう理由もあるみたいやけど、個人的にそんな差
差はないと思うけどな。ばあばって呼ばれようが、おばあちゃんって呼ばれようが。受け入れるしかないよな。まあ、例えば早くさ、孫ができたとしたら40前半ぐらいでさ、もうおばあちゃんになる人もおると思うけど、もう40前半で孫もおるようなさ、しっかりした人は、そこで別におばあちゃんって呼ばれるプライドはもう捨てろよとは思うけど。実際若くして孫ができた女性は、やっぱおばあちゃんって呼ばれたくないっていうのはあるみたいな。だから、あだ名で呼ばしたりとかするみたいよ。プライドじゃない。50歳とかでも、孫ができるにはちょっと早いやんか。まあ、はいはい。でも同級生にマウント取れるけどな。若くして孫がおるっていうのは。どうなんそれどっちがってこと孫がってことじゃなくて、おばあちゃん自分が、そう、おばあちゃん側がってこと。おばあちゃん側が。そうなんマウント取れんの？マウント取れるやろ、そりゃ。周りが、同級生が、娘とおばあちゃんの孫が同学年っていう可能性も、高齢出産と兼ね合いもあるけど、出るかもしれんよ。ただ、それは、お前は子供やけど、私は孫を、この年で。そう、うん、やっとんのやでっていう、人生経験が違うよ。あっさりマウント。まあでもなんかそういうな、優越感を感じるっていうのは実際に、俺の知り合いから聞いたことあるわ。あ、そう。今、子供がおるやつで、その子供がもう3歳とかになってきた時に、インスタとかで、今子供生まれましたみたいなやつを見ると、まだその段階かって思うんやって。何やねん、それ。謎のマウント意識をようわからんけど。なんかわからんでもないかな、じゃあ。いや、そう見ると、そいつらからしたら、俺らなんてもう、底辺の底辺。そうやな。子供もおらん、結婚もしてない。社会的地位が。マウントすら取られやんな。そうね、もうそんなレベルでもない。土俵に立ててない。まあ、じいじばあばもあれやけど、だったら、名前呼びはいいんちゃうかなと思ったけど。ああ、名前呼びな。孫から名前で呼ばれるっていう方が、誰々さんとかでもいいかもしれんけど、まあ名前呼び捨てでもいいと思うけどな、身内やから。名前をちょっと崩したあだ名みたいなのもあるらしいな。どうやろな、あだ名はなんかちょっと恥ずかしい気がするけど、てかそういう風に呼ばしとんのかって思われそうじゃない周りから。なんかお前が呼ばしとるんやろってなりそう。実際呼ばしとるやつもおるやろうな。でも、まあ、名前やったら、その呼ぶ側も別に恥ずかしくないやん。うん、恥ずかしくない。まあ呼ばれる側も別に名前やからな。別に恥ずかしくないかなとは思うけど。でもお前名前で呼ばしとんのとか思われるんか。いやー、思う人は思うやろ。名前ってだってあんまりないから珍しいから。てか、自分の名前がさ、自分に孫ができた頃にさ、古っぽい名前になっとる可能性もあるもんな。しわしわネーム。このちーまる子ちゃんのさ、友蔵とかさ、友蔵って今で言ったらしわしわネームなわけやん。まあ、しわしわやな。孫がおじいちゃんのこと友蔵とかなんか呼んどったら、なんか友達関係にはあんま見えやんか。なんか親しい関係にもあんま見えやんような気もするし。普通は名前で呼ばんからな。違和名前感がすごい。で呼ばしとる時点で呼ばしとんのかなって思うけどな。身内でしかな、呼ばんのやったらいいかもしれんけど、やっぱな、周りに人がおるところで使い分けるのは、まあ子供には難しいから、周りに聞かれた時に、まあ自分はいいけど、あれか、孫自身がな、恥ずかしくないような呼び方にせなあかんわな。じいじばあばも、もしかしたら祖父母の自己満で呼ばしとる可能性があるから、この辺はな、子供の将来の、まあ心理的ハードルというか、恥ずかしい思いをさせんために、将来的にところもまあ考えて、呼び方を話してた方がいいんじゃないかなと思うな。そんな感じで、今回は孫に祖父母をじいじばあばと呼ばせる家庭が増えている件について話してみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。